私の人生って何だろう。どうも、くー先生です。自分は何のために生きているのか、ふとそんな虚無感に襲われることはありませんか？もしそうなら、あなたの脳は今、重大なエラーを起こしているかもしれません。今回は、そんな人生の迷子から脱出し、脳のスペックを最大限引き出す、アイデンティティの重要性について解説していきたいと思います。この自分のアイデンティティを知らないと、あなたの努力は一生、まるで穴の開いたバケツに水を注ぐような作業、そんな風になってしまうかもしれません。いくら注いでも注いでも溜まっていかないみたいなね。突然ですが質問です。あなたは今、地図を持たずに砂漠の中を歩いていませんか？なんのこっちゃって話かもしれないですけど、毎日すげえ頑張ってるはずなのになぜか満たされない。X とかインスタとか、YouTube を見て、周りのキラキラしてる人の投稿を見て、自分はなんてちっぽけで何もないんだって落ち込んだりしている。そんなモヤモヤを今、もし抱えているのであれば、それはあなたの能力不足では決してありません。ただ単に、あなたの脳にアイデンティティという OS が入ってないだけかもしれません。OS ってのは何かと言われたら、パソコンを動かすために必要な、主要なプログラムですね。その OS を中心に、その様々なソフトウェアとかデータとかを処理する。まさにパソコンのブレインとも言える、パーツというか、プログラムなんですけど、アイデンティティもそれと似たような働きがありますね。たとえどんなに優れた知識とかスキルとかをインプットしても、どんなに素晴らしい経験をしても、何かが足りない、うまく使いこなせない、いわゆる宝の持ち腐れですねになるのは、このアイデンティティ。アイデンティティっていうのは自分らしさってことなんですけど、自分とは何か、その自分という個性を象徴するものですねがアイデンティティなんですけど、それが分かってないせい、つまり自分の核がないせいでなぜか満ち足りない、そういう状態に陥っているわけですね。今回はアイデンティティは何ぞやっていうのが中心なんで、アイデンティティの詳しい見つけ方っていうのはまた次回やっていくんですけど、そのアイデンティティを見つけるための前準備になる情報をシェアしていけたらなと思っております。動画の最後には軽く、これは重要だよね、アイデンティティ見つけるにはっていう方法も、ちらっと紹介するので、もしよかったら最後までご覧ください。それでは本題に入る前に、そのアイデンティティを確立するために、必要な予備知識を一つだけ、覚えておいてほしいです。それが、このチャンネルでは何度も出てきてるんですけど、デフォルトモードネットワークという脳の仕組みですね。仕組みというか脳の回路ですね。このデフォルトモードネットワークとは何かと言われたら、意識して思考してないとき、何も考えずに、いわゆるぼーっとしてる状態の時ですね。そのぼーっとしてる状態も実は脳が止まってるわけではなくて、そのぼーっとしてる間の裏で、いろいろと情報の整理だったり、あとは情報を組み合わせて、脳の中のデータを整理していたりするんですね。つまり、起きてる間は脳はフル回転してるわけなんですけど、そのぼーっとしてる時に使われてる主な神経回路というか、脳の思考回路が、デフォルトモードネットワークですね。実は、アイデンティティ、自分らしさですね、を感じている時っていうのは、いろんな情報が集まって、自分らしさっていうのは形成されていくんですけど、自分らしさ、アイデンティティっていうのは一つの要素だけじゃなくて、複数の要素が集まって、ちっちゃい時から見てきた景色とか、人から与えられた影響とか、憧れとか、そういうのも含めて、いろんな情報が集まってって自分らしさ、私という自我が成長していくんですけど、そういう結合ですね。自分らしさ、情報の整理、今まで得た知識を、このぼーっとしている時、デフォルトモードネットワークが働いている時に、いい感じにまとまりになって、それが自分らしさを感じる、記憶というか知識の集合体に形成されていくわけですね。難しいこと言いましたが、要はアイデンティティは記憶、見てきたもの、過去の経験体験、出会った人々、生まれてから今まで見てきた景色、育った環境でも形成されるっていうことですね。自分はこうあるべきだ、こうなりたいっていう理想も含めて、こういう風になれたらなっていうのもアイデンティティの一部になり得るんですけど、そういうのがはっきりした時から、ちっちゃい頃あんなにおどおどしてたのに、大人になってから堂々としたりとか、ちっちゃい頃は悪さばっかりしてたのに、大人になってはもう本当に正義感の塊みたいな、そういう風になったりね。そういうのはちっちゃい頃からの経験とか見てきた景色ですね。与えられた影響によって形作られていくんですけど、
そういうのも私らしいな、私はこのままでいいんだなって感じられたら、それがアイデンティティになるんですけど、その結合ですね。過去の知識、経験、情報をまとめていくのがこのデフォルトモードネットワークが働いている時と言われてますね。なんで自分探しに必死になってどこだどこだって焦って頭をフル回転させてるうちはまだまだ形成されずに、ぼーっとしたり、ぼんやり空眺めたり、のんびり風呂に入ったり、いろいろ旅をして何も考えず、ただただ外の世界を感じたりしているうちに、このアイデンティティがちょっとずつ形成されてって、ある日突然、私はこれでいいんだってなる場合があるっていうことですね。つまり結構ごちゃごちゃ言ったんですけど、アイデンティティの形成、私はこれでいいんだって思える、気づきというか、なんというか、自分を定義するものが見つかった時の、喜びというか発見っていうのは、時間がかかるっていうことですね。ちっちゃい頃の憧れインパクトが強すぎて、その一撃でアイデンティティが形成されたりする人も中にはいたりするんですが、大抵の場合は意識の集合体というかピースを集めていく感じかな、イメージとしては。それに近いのかな、アイデンティティっていうのは。要はいろんな刺激を受け、いろんな経験をして影響を受けて、こうなりたいな、なりたいなっていうのをなんとなくぼんやりと考えていくうちに、ちょっとずつ形成されていくものなんで、焦らないでいきましょうってことですね。ではなぜ現代人は自分を見失ってしまうんでしょうかね。先ほどの話にも通じるんですけど、自分探しをすればするほど自分っていうのはだんだん見つかんなくなっていく。これみんなやりがちなんですけど、本当の自分というか、やりたいことを見つける時に必死になって探してはいけないんですね。探せば探すほど、もがけばもがくほど、なんか違う、これも違う、あれも違うみたいな。なんか先ほどそうですね、自然にできてくるマリモでもないけど、マリモって言ったらちょっと違うな。このちょっとずつ積み重なってって形成されていくのがアイデンティティなんで、その必死になって探してったらなんかちぐはぐになっちゃうというか、これ良さそう、あれ良さそう、くっつけてみた、ボロ、剥がれるみたいな。くっつかない、うわ、ボロみたいな。そんなイメージかな。自分探しをしすぎると。そんなこと言っても自分って探さないと見つかんないでしょって思うかもしれないですけど、違うんですね。やはりデフォルトモードネットワークが働いてる時にやっぱりちょっとずつ形成されていくものなので、現代ってのはもう情報過多と言われていて、確か平安時代の一生分のデータを1日で脳はインプットしているって言われてますね。すごいですよね。我々がスマホとか、パソコンとか、いろんなものですね、外界から入ってくる刺激、そのデータ量、パソコンで言ったらビット数みたいな、そういう情報の量ですねがもう平安時代の一生分らしいですね。面白いですね。とにかく何を言いたいかと言ったら、情報に溢れまくってるわけですよ。その中で探しまくるとどうなるかと言ったら、余計なものまでなんか詰め込みすぎちゃうみたいな、ドラえもんの4次元ポケットみたいにこれじゃないあれじゃないみたいな状態になっちゃうみたいなね。なんか物がありすぎて、そういう状態になっちゃう。で、何が自分らしいのかみたいな、まさしく自分を見失う状態ですねになりやすくなります。なんで自分探しなんて適当でいいんですよっていうね、身も蓋もないことを言っちゃいますが、この話の中でちょっとずつヒントは出てるんですけど、自分探しってのは影響を受ける、自分探しというか、自分醸成ですね。自分をちょっとずつ育てていく、自分らしさを育てていくというか、形作っていくのを見守るみたいな、そんなイメージの方が、アイデンティティは見つけやすいですね。いろんな経験体験刺激を受けてて、いろんな思考をして、ああでもないこうでもないっていろいろ考え、自分は何だろう、自分の好きなものなんだろう、嫌いなものはとか、いろいろそういうの、自分の性格傾向、こういう時にこういう感情が動くとかですね。ごちゃごちゃ言いましたが、自分を探せば探すほど余計な情報を継ぎはぎだらけにしちゃって、なんか違うなみたいな状態になりやすいので、アイデンティティ探しで大事なのは、探してきて取ってくる足し算するんじゃなくて、今あるものの中から自分ってどうなんだろうみたいな一個ずつめくってって、大事なものを一つだけ、自分は何だろうって一つずつめくってって、これ以上めくれないみたいな、この形が美しいみたいな、そういう、余計なものを排除してって、洗練させていくですね。そういう作業が必要になってきます。玉ねぎの皮を剥く
てかまたいい例えが全然出てこないんですけど、余計なものを剥いでいくうちに中に宝石が入ってるのが見つかるみたいなね。その包まれている中に育った宝石を見つける。この例え分かりやすいかもしれないですね。アイデンティティ探しはこれに似てますね。そうですね。時間をかけてちょっとずつ溜まってったなんか紙玉みたいな、玉ねぎみたいな、マリモみたいな球体のイメージなんですけど、それを一個ずつ剥いでいくうちに、これ綺麗っていう形が見つかってくるんですけど、真珠が中に入ってるみたいな。そうそう、それを見つけていく作業ですね。それではここで結構がっつり言っちゃってるんですけど、アイデンティティを確立する大きなメリットを5つ紹介していきたいと思います。アイデンティティを確立する大きなメリットの1つ目はメンタルの完全安定ですね。自分はこういう人間だという一貫した認識っていうのは、精神の防波堤になります。つまりどんなに外側が荒れていたとしても、荒波に耐えられる心を手に入れられるってことですね。心理学者のエリクソンのアイデンティティに関する研究によると、アイデンティティっていうのは青年期、自分って何者だろう、自分の人生どうしていけばいいだろうみたいな、自分の在り方とか自分の人生に悩む時期が青年期に多いんですけど、そういう時の重要課題の一つになります。このアイデンティティが確立されてくると、外部のどんなに激しい状況変化があったとしても揺るぎない自分を保つことができます。アイデンティティ、自分の価値観とか自分の在り方、自分らしさがはっきりしていることで、人の意見とかに左右されなくなるっていう言い方が分かりやすいかもしれないですね。相手はこう言った。でも自分はこれを大事にしてて、この考え方が自分にとって大切だから、その人の意見は別に関係ないって言い切れるってことですね。で、2つ目が、アイデンティティがそのまま生きる意味になるわけですね。アイデンティティが明確になることで、自分は何を大切にしてどこに向かうべきなのかが明確になるので、そのままそれが人生の生きる目的に変えやすいですね。自分がどこに向かえばいいのかが明確になるので、日々の活動に一貫性という骨組みができ、しっかりした土台というか、前に進む、行動する、その生きる目的に向かっていくっていう精神というか、心持ちが手に入って、無気力状態、朝起きてどうしようみたいな無気力からも解放されていきますね。例えば私は人を楽しませるのが好きなエンターテイナーだっていうアイデンティティが確立されているのであれば、そのまま人が大勢集まるようなステージに立って、人々に喜びとか楽しさ、希望を与える存在になるっていうのが人生の目的になり、そのままそれが生きる目的になるっていうそういうイメージですね。他には自分は人々の生活を豊かにするアイデアを実現できる発明家だっていうアイデンティティがあるのであれば、そのまま、人類の生活の快適さを改善するみたいな、そういう発明をしていく、世の中に残していく、そして世の人々の生活の QOL を上げていくのがそのまま生きる目的になったりしますね。なんでそのアイデンティティがそのまま生きる目的になる、生きる方向性、人生の方向性になるってことですね。これだけでもアイデンティティを確立するっていう意味が見出せるんじゃないでしょうか。で、3つ目がこの2つにちょっと似てるんですけど、迷いが消失するってことですね。もうアイデンティティ、私はこうだからっていうのが確立されることで、判断に迷いづらくなる。私はこうだからこの道を選ぶみたいなね、ズバッと決めやすくなるってことですね。スワン博士という方の自己検証理論っていうのはご存知でしょうか。人ってのは自分の自己評価と一致する反応を他者に求めるっていう、理論ですね。例えば、私は指導者だっていう、アイデンティティ、自己イメージ、自分を定義するものがあったとしたら、脳は無意識にその定義、指導者であるっていうのを基準に、行動選択を、無意識に選びたがる、選び始める、自動選択ですね、し始めるっていう理論ですね。自己評価と一致する反応を他者に求めるっていうのは、自己評価、他者からの評価、セルフイメージを、他者にも持ってもらうために、そのセルフイメージに合った行動をすることで相手にも教師っぽいなっ
って思ってもらうことで、私は教師だっていうのを再確認したがるってことですね。ちょっと難しい言い回しをしちゃったんですが、相手にも自分が考える自分を持ってほしいから、その相手に思われるようにそういう風に振る舞うってことですね。意識して振る舞う人もいるかもしれないですけど、そのアイデンティティが確立されている人は自然にそういう行動になっちゃう。つまり自分のアイデンティティ、自分で自分を定義した概念の行動を無意識に自動的に選びたがる。いわば自動操縦モードになれるってことですね。で、4つ目が能力の 100% 発揮ですね。自分の革新的な価値観を知るってことは、自分の心に火がつく、転化口を明確にしてるのと一緒ってことですね。自分の心に火をつける方法を仕入れるってことですね。アイデンティティが明確になることで。例えば、私はクリエイターだみたいな定義、アイデンティティを持っている人であれば、その何かを作り上げている、知識とか経験とか、情報を組み合わせて新しい概念を生み出したり、何かを生み出す行為ですねに喜びを感じる、そういう創造的な活動で、心が燃える、心に火がつくってのを分かりやすいじゃないですか。そういうことですね。やっぱりアイデンティティを明確にするってのは、やっぱり人生の QOL 豊かさを明確に上げるためには必須ですね。ここまで聞くとね。そしてなぜアイデンティティの明確化が能力の 100% 発揮につながるかと言われたら、ライアンとデシという2人の心理学者の、自己決定理論って言われる、モチベーションに関わる、心理学の、理論があるんですけど、以前やる気に関する研究みたいな、そういうテーマを、YouTube で動画化して公開してるんですけど、もしよかったら URL 概要欄に貼っとくので見てみてください。その中で、詳しくは言ってるんですけど、人の動機、やる気、モチベーションにつながる、条件ってのが3つありまして、1個目が有能感、自分はやればできるっていう感覚があるですね。これをやることができる能力がある、これをやることで成長できるみたいな、自分が強くなれるというか、有能感を感じられるようになれるっていう、有能性ですね。で、2つ目がこのアイデンティティに関するんですけど、自律性ですね。自分で選び取るってことですね。人から言われてやるってなんかやる気落ちるじゃないですか。じゃなくて、自分で選んで自分で選択して自分の考えで行動することで、やる気が出てくる、モチベーションが湧くんですけど、アイデンティティの確立っていうのは、その自分の定義がはっきりするんで、自分で迷うことなく選べる。自分はこうだからっていうのがはっきりすることで、人の意見に左右されずに自分のことは自分で決められる。これって立派な自律性ですね。やる気の3要素の2番目の自律性が自然に芽生えるので、そういうのでやる気がどんどん出てって、心が燃えた状態で全力を出しやすくなる、心のコンディションが整いやすくなるってことですね。で、一応3つ目っていうのがやる気の3要素ですね。関係性ですね。人から褒められるとか認めてもらえるとか、そういうので湧いてくるモチベーションですね。一度はないですか、この人のために頑張ろうみたいな、この人にこうしてもらったから頑張ろうみたいな、その大切にしたい誰かとの関係性があるから頑張れるみたいなのがモチベーションの3要素の3つ目ですね。やっぱり自分で選び取るってのは大事ですよね。人に言われたからではなくて、そういうことですね。で、アイデンティティを明確にする5つ目ですね。未来予測の精度の向上ですね。過去の全ての出来事が全部自分を物語っている、自分を作り上げているという認識を持てることで、未来が見やすくなる。未来の予測を立てやすくなるってことですね。過去にどんな経験をした時にどういう感情が動いて、またどんな時に喜び、どんな時に挫折したのか。これらのデータをアイデンティティをもとに持っていることで、ここでこういう判断をしてしまったらこういう後悔をするだろうなみたいな未来予測ですねが立ちやすくなるってことですね。逆にこういう状態でこういう行動をとったらきっと楽しいだろうな、嬉しいだろうなってのも分かってくる、分かりやすくなる。なんでその行動を選んでいこうみたいなね、未来の計画を立てやすくもなりますね。自分のことをよく理解している、自分の感情の傾向を理解していることで無謀な計画、自分に合わない計画で失敗する回数が減り、着実に夢とか目標とか目的に近づけるようになります。つまりは自分のデータが揃っていることで未来の解像度が上がっていくってことですね。パソコンの画像とかも一緒で、データが多ければ多いほど、ビット数が高ければ高いほど、画質って滑らかになるじゃないですか。大抵の場合はね。そんなイメージですね。
それではそのアイデンティティが今自分はどういう状態なのか、最初にも言った通りアイデンティティにはちょっとずつ形成されてって積み重なって余計なものが剥がれてって綺麗な真珠が残っていくみたいなことを言ったんですけど、自分はそのどの段階なのか、自分が今どの状態なのかっていう、指標ですね。アイデンティティの形成状態、4つのプロセスがあると言われてますね。4つのプロセスというか4つの状態ですね。1個目が早期完了ですね。これは何かと言われたら、親とか上司とか家柄とか、そういう周りのしがらみによって自分の人生のレールが敷かれてしまっている状態ですね。親が言うからこの道を選びましたみたいな。先生や上司が言うからこういう仕事をしていますみたいな。他者の言いなりになって自分の行動とか判断基準を決めてしまっている状態ですね。これを早期完了と言いますね。いわゆる操る人形とかレールに敷かれた人生ですね。自分らしさを出したいけど出せないみたいな、そういう状態ですね。こういうのってなんかちっちゃい頃から決まってることが多く、ほとんどが親の影響力が強すぎるっていうパターンが多いんですけど、なんで早期完了ですね。ちっちゃい頃からそれが当たり前なんだみたいな、一種の洗脳みたいな感じですよね。親が強すぎて親が絶対みたいなね、そういうところで育った人たちはそういう親の言いなりというか、誰かが引いたレール、自分で選ぶっていう経験というか、そういうスキルを鍛えられなかった、周りのせいにするのもちょっとあれなんですけど、そういう鍛えづらかった環境で育ったせいで、自分で選び取るっていうのが弱くなっている、そういう人ってのは周りに流されやすくて、精神的に脆くなりやすいっていう傾向がありますね。で2つ目、これは大抵の人が経験すると思うんですけど、モラトリアムっていうやつですね。思春期のモラトリアムとか表現されますね。10代とか10代後半ですね。20代前半でもあるかもしれないですけど、自分は何のために生き、何を目指していこうみたいなね。自分らしさって何？自分のできることって何？みたいなね。自分ってなんだ？世界ってなんだ？夢ってなんだ？人生ってなんだ？みたいな。そういう瞑想状態にある。アイデンティティを模索してる状態ですね。この積み重なっている、デフォルトモードネットワークによって積み重なっているデータ、自分の形成するものですね。がごちゃごちゃ、カオスな状態ですね。になっている。そんなイメージですね。まだこのごちゃごちゃしてるのを剥ぎ取って中にあることすら知らないみたいなね。で、わかんなくて、どれだみたいなね。そういう瞑想状態ですね。この玉ねぎのイメージがいいのかななんだわかんないけど、真珠貝二枚貝、中に真珠とか宝石が入ってるんで貝みたいな、貝がどんどん重なっていく、玉ねぎが分かりやすいかもしれないですね。なんだろうこの例えそれを置いといて、この玉ねぎが積み重なってきている状態がモラトリアムですね。これはもう誰もが通る道で、最初からこれめくればいいんじゃんみたいな気づいて、こんなとこにあったじゃんラッキーみたいな人もすぐに見つけて、たまにいるじゃないですか。小学校の時から夢を描いてこの道しかないみたいな感じで突き進んで、そのままオリンピック選手になったり世界的プレイヤーになったりとかですね。ちっちゃい頃から、自分の指針とか自分はこうだみたいな見つける人もいるんですけど、いや羨ましいですね。私もいろいろ瞑想したたちなんで、回り回って回り道して、あれでもないこうでもないみたいなね、その玉ねぎをめくるっていうのを知らなくて、どんどん積み重ねていったタイプですね。今はもう中に真珠あるのを知ってて、もう自分っていうのははっきりしてるんで、迷うことはもうほとんどないんですけどね。アイデンティティが確立されてますね。このモラトリアムっていうのは誰もが通る道で、この進化の過程であって、必要な、重要なプロセスの一つと言われてますね。4つ目がごちゃごちゃ言いましたが、アイデンティティの拡散と言われるやつですね。先ほど言ったアイデンティティ、自分らしさとか、自分の生きる道が分からず、無気力な状態ですね。俺の人生なんてみたいな、ちょっと諦めモードなっちゃってる。モラトリアムの延長上でただふわふわしてて、自分らしさというのに向き合わずに、探さずに、探すということ自体発想もない人も結構いたりするんですけど、なんとなく人生張り合いないな、私このままでいいのかなみたいな、そういう状態ですね。ここのステージにいる人っていうのは、人生の充実感は低くなってますね。わかりやすいですね。ここから脱出していきましょうっていうのが今回のテーマであり、次回は具体的なアイデンティティの見つけ方
方はもうちょっと深掘っていこうとは思うんですけどね。これがモラトリアムの延長というか、モラトリアムから脱せずにいつまでもさまよっちゃうみたいな。20代、30代、40代になってもなんか自分探ししてる人って結構いるじゃないですか。いや、バカにしてるわけでもなくて、本当に、なんかもう自分のアイデンティティ確立して真珠を見つけた状態で自分の目標、夢や目標を明確に持って進んでる人って、この世に本当に2割もいないんじゃないですかね。それは言い過ぎかもしれないですけど、ほとんど半数以上の人は、自分探しというか、アイデンティティが分からず、アイデンティティを探すことすらも知らないで生きてる人もいるかもしれないですね。で、なんとなく生きて無気力になって、みたいなね。ちょっと話脱線するんですけど、私はそういう人たちを、一人でもなくしていきたいなって、最近思い始めてて、あなたのアイデンティティと強みを探していきますよっていう、自己実現アドバイザーみたいな感じですね。ってのを今、最近の目標ですね。人生の無駄遣いをなくす、生きる目的、自分らしさというか、自分という存在を明確にすることで、何者でもない自分から脱却するっていうコンセプトで、活動していきます。よかったら、今後もこの動画を見てやってください。はい。自己紹介ちょっと置いといて。また脱線したね。で、4つ目って言ったんですけど、4つ目が、アイデンティティの達成ですね。誰から敷かれたわけでもなく、ずっと探して、ただ積み重ねてるだけでもなく、ちゃんとその玉ねぎというか、殻をめくってって、真珠を見つけた状態ですね。自分という宝石を見つけてる状態ですね。なんか、ポエムな感じですね。これが、今回のテーマのゴールである、最強の自分、最適な自分を見つけた状態ですね。自己肯定感とか、自己効力感が高く、ストレスにも強い状態と言われてますね。それはそうですよね。自分っていう核があって、周りに流されずに生きる目的も明確で、それはストレス強いし、自己肯定感、自分を受け入れてる感覚も高いですし、自己効力感、自分はやればできるっていう感覚ですね。もうそれは高くなりますよねっていう感じですね。ほら、ここまで聞いたあなたは本当に今すぐでもアイデンティティ、自分の過去とか深掘ってみたくなってませんか？はい。そう思ってもらえたら、今回動画撮った甲斐がありますね。今後こういう活動を私はしていこうかなって思っております。なんで、そういう情報とか、自分探しというか、自己を決定する、自己実現というか、自分の生きる目的を明確にしたり、アイデンティティを明確にするってことですね。そういう手助けになれるような情報も今後発信していくつもりでいます。よかったらチャンネル登録お願いします。で、ここで一つ注意点ですね。アイデンティティ、揺るぎない自分はこうだっていうのを見つけるのはいいんですけど、それに固執しないってことですね。一度決めたら絶対変えてはいけないってものではなく、そう思っちゃうと、こうでもない、ああでもない、これも絶対違う、もっといいのがあるはずだみたいな完璧主義になっちゃいがちなんで、今は今この状況で、今この環境で、今の人生の中でのアイデンティティはこうだみたいなね。でも5年後、10年後はアイデンティティ別に変わってもいいんですね。ちょっとずつ進化してって、ドラクエで言ったら僧侶も賢者になったりするじゃないですか。そうそうそう。剣士もソードマスターになったり、それちょっと違うゲームかな。勇者もソードマスターになったりね。その進化していくじゃないですか、職業も。そう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 。それと一緒ですね。アイデンティティは常に、固定ではなくて、固定、絶対このままがいいみたいな人も、それは否定しないんですけど、それはそれで、その人の自由なんですけど、ここで言いたいのは、バージョンアップできるんで、焦ることはないですよ、みたいな。一個に固執することはないですよってことですよね。さて、いかがだったでしょうか？アイデンティティがない状態というのは、他人の人生のエキストラみたいな、そんな脇役みたいな、何者でもない自分みたいな、そういう虚しい、なんか生きてんのか死んだのかわかんない、そういう状態になりやすいですよね。ありきたりなこと言うかもしれないですけど、自分の人生は一度きりで、自分の人生の主人公は自分しかいないんです。なんで、アイデンティティという自分だけの地図、コンパス、目印、指針、宝石、自分らしさ、何でもいいんですけど、を手に入れて、もう最高の人生、この人生でいいんだ、私の人生これでいいんだっていう生きる希望というか、そういう生き生きとした目的あった方が素敵じゃないですか。いやー、そうね。このバチンってハマる。なんか輝くものを見つけるみたいな。これもなんかちょっとメルヘンな言い方になるんですけど、その見つけた時の高揚感っていうのは、何者にも代え難い、喜びになると思います。なんで、ぜひあなただけのアイデンティティを見つけてみてください。で、軽くまとめると、アイデンティティってのは、積み重ねですね。いろんな経験、体験、知識とか、その積み重ね。見てきた景色、育った環境ですね。の周りの影響によってちょっとずつ形成されてって、
その積み重なった情報を向いて、余分なものを取り除いて、熟成された、宝石というか、見つかるもので、そういう焦って探すものではないですよってことと、探すんじゃなくて自分の過去を振り返って、精査するというか、玉ねぎの殻を剥くような、玉ねぎの殻そういう、殻を剥いていくような作業ですね、も必要ですよっていうことと、あとはその時々によってアイデンティティは変わってもいいので、バージョンアップさせてっていいので、焦らず、とりあえず今の自分はこれを目指そうとかでも全然いいので、アイデンティティを一つに絞らずに、焦らずに、そうですね。今の自分はこれでいいんだって思えるものを、ぜひ見つけてみてください。おすすめなのはブレインダンプですね。ブレインダンプっていうのは、15分とか20分ですね。ただひたすら紙に、テーマを決めて、そのテーマに関する情報を書き続けるっていう、思考整理の方法があるんですけど、それで、自分の人生をいろいろ深掘ってみるっていうのは、見つけやすいかもしれないですね。こういう時にこういう感情が動いたよみたいな感情分析するのもいいですし、あとは充実してた瞬間とか環境、その時の環境とか言動とか態度も分析するのもいいですし、そうやって、自分の過去をいろいろ深掘ってって、自分らしさ、私はこれでいいんだみたいなね、一言で表せるようなものを見つけていってみてください。なんで関連動画はそのブレインダンプですねのやり方を解説した動画があるんで、URL 貼っとくので、先ほどのやる気に関する、動画ですねと含めて、よかったら見てみてください。とこの通りこのチャンネルでは脳科学や心理学、様々な思考術を通して人生の QOL を高める情報を日々発信しております。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価、グッドボタン、あとはシェア、あとはチャンネル登録お願いします。もちろんコメントなども嬉しいです。どんどんお待ちしております。それではまた次回、アイデンティティを見つける方法、はっきりさせていく方法ですねを深掘っていくので、ぜひお楽しみにお待ちください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。マインドオーガナイザーのクーでした。またね。